有楽町線はお乗り換えです。新橋 JY29。浜松町、お出口が左側です。やるよ。なるほど。すごい、やっぱり東京めっちゃ人多いな。すごいな。東京タワー目指してんねんけど、あれかな。あんなちっちゃいわけないか。違うよな。面白いな、東京。大阪とはまた違うんだな。今日は前乗りなので、これからホテルにチェックインします。明日がキャンプやから。部屋を東京タワーとコラボの部屋にしてくれたらしくて、ほんまや。東京タワーがあちこちにある。じゃーん。東京タワー、東京タワー、東京タワー。多分東京タワーも部屋から見えるって言ってたと思うんですけど。これ面白い。どうしたらいいんこれ。東京タワーが見えへんから写真でごまかしてるとかじゃないんだ。大丈夫やんな。よし。さあ、確認しよう。出る。あ、めっちゃ端やけど一応見えた。夜東京タワー楽しみやな。見えてよかった。いや、あれ、前半年間。明日は東京の離島に行くので、今日はゆっくり休んで明日に備えます。さあ、天気はどうなってるか。明るい、寒い。東京タワーと月がめっちゃ綺麗。花粉が極めて多いらしい。ここに今日行くんですけど、今日は晴れそうや。昨日の朝の東京から伊豆大島までの船が欠航になってたみたいで、風が強くて。今日も関東風が強いって言ってたから、船が止まらんかちょっと心配なんで見てみようかなと思います。大島発着。あ、よかった、動いてる。8時50分。出港いたしますが、海上、港内の状況等により接岸できない場合があります。接岸できんかったらどうなんの？今んとこは動くのは動くんか。よかった。まあ、とりあえず行ってみます。
カメラ込みで12キロ。じゃあ行ってきます。今から港の方まで歩いて向かいます。無事船が動くといいんですけど、まあトラブルとかあってもそれを含めて楽しいから。思ったより近くて15分ぐらいで着きました。ターミナル。8時50分、ジェット船岡田。ご案内でございます。お手元の乗船券はお一人様1枚ずつご準備いただくので、はい、どうぞ。ございます。おスカイツリーも見えるやん。スカイツリー。何番？景色見えないわ。ここやな、角でよかった。着いた。めっちゃいい天気で、伊豆大島からもバッチリ富士山がめっちゃ綺麗に見えます。バス来てるわ。どっから出るんや、外。2台来てるわ。あ、ありがとうございます。あ、はい。はい。次は鹿の山でございます。
ペイペイでどうもグラッチー乾杯飛んでった。何回も乗ることになるであろうバス。伊豆大島は火山島なんですよね。だから明日見に行けたら見に行くんですけど、人口が6200人ほどです。結構たくさん住んでますよね。島には人口の2倍以上のキョンが生息してるらしいです。キョンってなんか鹿に似てる生き物なんですよね。クマは出ないです。さあさあ今日は楽しんでいきます。今この元町港におるんですけど、ショッピングセンターベニアっていうところに向かいます。こっから多分5分ぐらいかな。いやほんま時に来たな最高。今日はよく晴れるみたいで、船も無事着いたしよかったな。こう生えてる木が東京都内といえどちょっと南国風なんですよね。木が気温17度とか言ってたから、そんなにそんぐらいありそう。今回西の方、沖縄とかあっちの方面行こうかなと思ったけど、たまには違う方面の島にも行こうと思って東京の離島を選択しました。布団屋さんわかりやすい布団めっちゃ干してる。四角い家が多いかも。やっぱり沖縄と似てて、やっぱり台風とか多いからこういう感じの家が多いんやろな。これは大島桜じゃないか。ちゃんと勉強してきたんで、結構早い時期に咲く桜で、花と同時にこうやって緑の葉っぱが生えるのが特徴です。この葉っぱは桜餅で使われる葉っぱらしいです。この時期に桜見れると思わんかったから嬉しい。見て、離島やのにみずほ銀行がある。いやでもさすが東京やな。やっぱり一応住所は東京都やから。またバスに乗らなあかんか、早く買い物しないと撮影がはかどりすぎてショッピングセンターベニア。この歌懐かしすぎるやん。アシタバが伊豆大島の名産なんですよね。どうやって食べるんやろ。草屋も有名なんやな。大島といえばこのべっこうが有名なんですよ。べっこうゆで卵ゆで卵あったか。どうやらあんま買えるものがないかもしれない。これ伊豆大島のお酒。これ大島町でできてる。氷の代わりにこれが氷がなかったから。大人気のスーパーやった。今お昼時やから結構スーパー混んでたんかも。いよいよキャンプ場の方面へ向かいます。これ海が見える。この家とか昔ながらの家っぽいな。窓があんまりないねんな。これ島で作ってるやつですか？100円でいいんですか？ 100円でお願いします。登山
番されてるんですか？いや今キャンプに行こうと思って。キャンプではい。ありがとうございます。めっちゃいい匂い。やべえ、富士山綺麗。大島ってこんなに富士山見えるんやったんや。知らんかったな。大島で富士山が見えるっていうのはもう東京都民にとったら当たり前のことなんですかね。うわー綺麗。バッチリ綺麗な富士山が見えます。こんな綺麗に見えると思えへんかった。嬉しい。12時30分毎日やって結構本数多いよね。1時間に1本はだいたい走ってるのか。お願いします。うわ、行くからここまで行くね。終点まで30分ぐらいか。次は元町北口でございます。次は伊東切断面でございます。OK で、ありがとうございました。さっと行っちゃった。めっちゃ静か。もう最後はもう一人しか乗ってなく、ハブ港っていうところなんですけど、もともとここは火山が噴火してできた湖やったらしいんですけど、地震とか津波とかを繰り返して海とつながって港になったそうです。なんと有名な伊豆の踊り子の舞台にもなったそうです。だからちょっと街並みを散策してキャンプ場の方へ向かっていこうかなと思います。いや、めっちゃ誰もおらんくてめっちゃ穴場やで。ほんまに誰もおらんねんけど。タイムスリップしたみたいな気持ち。うわちょっと改装されてるのもあるけど、こうやって昔ながらの港寿司美味しいって書いてたけど閉まってたんや今日。だって営業時間もなまだ。ちょっと荷物が重いけど。わあ。踊り子の里旧港屋旅館。なんとかのこれ上がったらさらになんかあるみたいやけど、これ上がる？これ上がったらめっちゃ大変そうなんやけど。まあここまで来たから頑張るか。本日津波災害に備える講演会を開催します。
まあ、やっぱり場所的に地震とか津波があったら被害を受けやすい場所やから、講演会とかよくやってんねやろな、きっと。旅キャンプに出るといつも階段登ってる気がする。だいぶ遠いな。これじゃないよな。多分これ空き家やな。これ頑張る。ここまで来たんやから。なんやこれ。いや、今重すぎやから。潰れてるわ。潰れてるやん。大島指定文化財。開ハブコーヒー。100年を記念して、この地に建てられたやって。倒れちゃったんや。そっか。遠いな。見えてきた。多分これやろ。違う。これやんな。ここで住むには結構大変やで、これ。これじゃないな。これも廃墟やな。やっと階段終わりや。車があるってことは車通れるとこあるってことか。わあ、こんなとこにも街が広がってる。ほら。踊り子の里旧なんとかほにゃらら丸。この近辺は江戸末期から昭和初期まで港町として全盛を極めたハブ港を支え、活気の原動力になっていたやって。こういう道好き。寄り道しすぎやけど、夕方になるわ、着くのキャンプ場。わあ、ここか。読めないのがやばいな。陣の丸でいいか。わあ、これか。開いてんで。開いてる。なんか、江戸の末期から昭和の初期やったっけ。わあ、すごい。わあ、広いな。きっとここにいろりがあったんやろうな。すごい開放的や。わ。へえ。トイレ。これって何？陶器のトイレやで。なるほど。今日2人目や。ちょっとすみません。字汚いです。いい経験になりました。豆腐キャンプ泉。上がれんのこれ。さすがにバックパックで上がったら多分横転する。面白い。これ東京番店っていうところにたい焼きが売ってるらしいから、売ってたらいいな。ここやな、多分。いらっしゃいませ。こんにちは。これ1個ずつください。ありがとうございます。じゃあので100万円でございます。じゃあ1000万円で。300万円で。じゃあごめんなさい、このままですね。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。なんやろ、沖縄じゃないのに沖縄の匂いも1ミリ感じるんやな。こういうところ。大島桜咲いとるやん。ここにも。今からこの陶式
キャンプ場に向かいます。予約してるので、今1時半やから、多分ちょっと思ったより遠いんよな。たどり着くかな。今、ちょっと昼ご飯食べてないから、この、さっき買った大島桜が入ったたい焼き食べます。めっちゃ美味しい。たい焼きやの桜餅の味する。これめっちゃ美味しい。昔火山湖やった港が見えます。こう大島には今ここにもあるんですけど、椿がたくさん咲いてるんですけど、自生も含めて300万本咲いてるそうです。風よけのために椿を植えたことが始まりきっかけだそうです。火山にも強いらしくて、椿を植えるようになったって書いてました。港まで降りてきました。ここめっちゃ海綺麗なんですよ。見えますか？さっき魚も泳いでた。帽子かぶろうかな、いい加減。せっかく持ってきてるし。顔が熱いわ。でもな、帽子かぶると髪の毛が汗めっちゃかいててタンクになるから嫌なんやけどな。暑い。さあ、今から30分ぐらいかけてキャンプ場へ向かうけど、歩いて向かうからヘトヘトへ着く頃にはしっかり止めたから。暑い。顔真っ赤や。買い物したから荷物めっちゃ重くなってるよっ。キャンプ場はめっちゃ海の近くなんですよ。日がちょっとかけてきた。ちょっとだけ急ごう。夕日とか見えるんかな。だいぶ歩いたな。スーパーこんにちは。町のスーパー。あ、お芋。野菜も結構売ってるな。こんにちは。今からキャンプへ行こうと思って、コロナミン C にしよう。元気はつらつにしよう。ありがとうございます。どうも。スーパーの前におった鶏、実は隣の会社の鶏やったらしい。今ワンちゃんみたいに連れて行かれた。もうちょいやで、頑張るで。あー、うまっ。もうちょっとや。2時に出発して、40分経ってる。めっちゃ歩いてるやん。東式野営所。ここか。遠かった。こういうところからキョンが出てきそうやな。キョンは外来種やから見つけたら確保してるらしい。キャンプしてる人おる。3組ぐらい今日おるらしいから、受付どこやろ。原山がよく見えるわ。明日あそこに行って火山のクレーターを見に行こうかなと思ってます。これゴミもちゃんと捨てられる。ほら、
助かるわ。はあ、疲れたな。手続きも不要なんや。でも予約は必要やねんな。じゃあ好きなとこにあるか。今さっき、あそこすごいな。後でちょっと、あれすごい。見どころ多すぎやな。火山島やから地層がめっちゃ見えてる。すごい。三原山からの蒸気爆発してできた地層。そして太平洋。これあれやな。こっちに夕日が見れそうやな今日。うわー、綺麗。この辺で張るか。テントな。綺麗やなこれ。ここでできたやん。疲れた。今日寝てきそう。カメラ。今日は荷物の重さが、食材が増えたからちょっと14キロぐらいになったかもやけど。テントは、このギアテップの軽いやつ。汚すぎる。めっちゃいいところや。あんまり意外と東京都民もあんまり伊豆大島ってそんなにせえへんのかな。関西の人って結構淡路島とか定番で行くけど、どうなんやろ。よし。めっちゃ簡単に設営完了。まだ季節的にも虫がおらんからめっちゃ快適や。行っちゃおう。このお酒の瓶がめっちゃ綺麗や。今日もこれ持ってきた。入った。めっちゃ便利。抜けるん早。久しぶりにモンベルのだわ。もう氷点下いかへんから多分これでいける。設営完了。今日はこんな感じ。まだ冬やからちょっと荷物多いけどな。お、4時前。1時間で設営できたな。やっとゆっくりできる。
暑っ。最高。いい天気ほんまに。めっちゃいい日に来た。さっき買ったキャベツ太郎。3月の平日に乾ソロじゃないってことはやっぱある程度人気なんかな、やっぱこのキャンプ場。しかも無料やしな。キャンプするにはめちゃくちゃ楽しい場所やな。キャベツ太郎が美味しくてあっという間になくなりそう。で、焼酎。これ結構重いよな。大島で育ったみかん。甘夏って言ってたから。気温今12度ぐらいで、よく下がって5度ぐらいかなって感じなんで。ルイス泣いてんねんけど、どこにおるかわからん。声は泣いてんねん。花粉症の薬飲んでるけど、飲んでなかったらもっとひどいかもな。明日三原山に行くんやったら朝7時半ぐらいにはもうここ出ていかないと間に合わないんですよ。バスの本数が全然なくって、もし寝過ごしたりとか三原山断念なんですけど、どうなるやら。太陽が落ちて今はもう10度になりそう。夕日ずっと見てたから手が冷えた。めっちゃ。伊豆大島といえばべっこうが有名なのでべっこう買いました。本当はべっこう寿司が食べたかったんですけど、寿司は売ってなかったから、氷がなかったから苦肉の策としてこれ冷凍のスープを買ったんですよ。東京三下タン。三下タンはもう韓国ですよ確か。あんまりこう作れるものが売ってなかったから、もう出来合いのものをいっぱい買いました。あの時お腹空いてたからかもめっちゃいっぱい買っちゃった。今日は久しぶり。今日はアルコールストーブ。寒いな。やっぱ東京の方が東やから、あ、そっか、こっちのが暗くなるのが早いんか。どのぐらい違うんやろ。大島の日の入りは5時42分やったんですよ。大阪の日の入りは5時57分。大して変わらんか。でも15分ぐらい変わるんやな。その代わり朝明るくなるのが早い。あ、ガス切れや。
あ、いけた。そうや。あったか。ちょっと寒かったんよ。あったか。ラン取ってしまう。サムゲタンスープを温める。多分食べた。いらっしゃい。うわ、久しぶり。ついた。きれい。きれい。ちょっとこれできたら電気つけよう。いつも薄暗い。いい匂いする。蓋しとこう。鯛めし。これ鯛めし。鯛めしちょっとどんな味なんやろ。こうお寿司みたいな味やったらこれに別個魚乗せたらちょうどいいと思う。きょんちゃん今なんか泣いとったやろ。きょん独特な泣き方するって言ってたからな。別個を乗せて食べたら美味しいと思う。今の感じやった。今ちょっと味見したら美味しい味してた。ちょっと別個ちらし寿司風みたいな感じになると思う。超手抜き飯。食べ過ぎ。これちょっと冷たかった後で温めるかもしれない。いただきます。別個寿司になったで。いただきます。うまい。別個なんかピリ辛やね。めっちゃ美味しい。伊豆諸島、特に大島で親しまれている郷土料理。新鮮な白身魚、タイとかカンパチなど青唐辛子を混ぜた醤油だれに漬け込んでんねんで。だからちょっとピリ辛なんや。島でわさびが手に入りにくかった時代に代わりに唐辛子を使ったのが始まりやねんて。やっぱ知って食べる方がいいわ。うまい。お店の別個寿司も食べてみたい。でも癖になる。なんかこのピリ辛さ。別個うま。さあスープもあったまる。鶏かな。美味しい。サムゲタン美味しい。何の音？誰か笛吹いてる。マカロニサラダ。うまっ。美味しいものばっかりや。これちょっと温めた方がいいよね。麻婆ナス絶対。そっちの方が絶対美味しい。一応これ鉄板も一応持ってきてて。これを置いて温め直した方が絶対いい。島のスーパー行って思ったんですけど、値段ちょっと高めやなと思いました。やっぱり輸送費がかかってるからなんやろな。関西の方に住んでると伊豆大島とか関東の離島がどうなってるっていうのは全然想像つかなかったんですけど、実際来てみるとやっぱりこう写真とかで動画とかで見るよりも肌で感じる方が迫力があるなと思いますね。やっぱ自然のパワーってすごいな。ほんと
やっぱ温めた方が美味しい。はい。なんか味全然麻婆ナスじゃないんですよ。でもちゃんとナス入ってる。あ、あっこい。はい。あー、よし。怖い。こういうことするからか。今日はもう、早寝なんか。一応行きたい、明日。意外と車通るよな。この島に置いてある車のナンバーが全部品川ナンバーでした。あ、そうかと思って、東京やもんなと思いました。うわ、これキョンかな。いやー、キョンっぽいよな。これ飲んでみよう。大島のお酒。ちょっとアルコール25はやばい。自販機あったら割ってんけど、水割りするか。風防を巻いてちょっとだけ暖を取ろうと思って。あったかい。これ全部飲んだら二日酔いになるやつや。二日酔いになるから全部飲んだらあかんやつや。麦焼酎、麦。鼻が詰まってて匂い、鼻の奥にたどり着くまでちょっと時間かかる。なんかフルーティーな感じがした。これは濃い水割り、外割る。だいぶアルコール緩和されてるわ、水で割ってるから。はあ、あったまる。8時半やからまだ寝るには早い。こうやってうとうと寝るのが一番気持ちいいよな。目指せ山頂。荷物一回捨てたい、ほんまに。もうちょっと辛い。問題発生です。おそらく欠航になりそうな気がするんですよ。